こんにちは、小豆島漁師浜井です。今回はですね、台風明け第2弾ということで、刺し網と穴子かごを仕掛けてみたいと思います。はい、で昨日台風14号があって、海濁ってます。まさしく脱海ですね。で昨日ですね、餌を入れる冷凍庫が壊れてしまったんで、まずはそれを買いに行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ島のケーズ電機に買いに来ました。はい、じゃあいい冷凍庫買いましょう。はい、じゃあ冷凍庫。俺がもう買っとったんは220リットルぐらいから、これぐらいか。もうこれいいじゃん。はい、じゃあ持って帰ります。はい、で設置完了しました。でこれをコンセントに挿します。はい、でマダラと散歩中です。お気に入りの木を持っていってる。はい、というわけで帰ってきました。じゃあ今から穴子かごの準備と網をねやりに行きます。はい、で餌のサンマを用意しました。これ全部ね餌用のサンマです。これらをね必要な分だけ、取っていきます。はい、じゃあ餌用のサンマが取れました。はい、で長らくやってなかった穴子かごを引っ張り出します。穴子もね全然いないから、じゃあこれを持って、全部で穴子かごは20かごという決まりがあるので20かごやっていきます。船の方へよいしょ、よっこらせっと。はい、じゃあメインスイッチ切ってたのでメインスイッチ入れて、でドライブを下げます。でエンジンスタート。よし、で水も通って、あとは暖気運転。はい、じゃあ後ろ外して出航していきます。いやー、めちゃくちゃ茶色くて濁ってます。まさしく濁り海、造語です。はい、じゃあポイントに到着しましたんで、濁り海、酒みたいな名前ですが、そこに刺し網をまず仕掛けていきたいと思います。まず旗を入れて、でロープも入れていきます。ただねゴミが心配なんで、ちょっと浅めの方に、岡めの方にしました。あんまり沖の方だとやっぱねゴミがすごいんで、風に吹かれたゴミとか木くずとか、ただ丘近くても川から流れてくるゴミがあったりするので、油断禁物です。じゃあこちらの鉛を入れて、でここかけて網を入れていきます。はい、じゃあやっていきます。はい、まさしくね濁ってます。濁り海です。何がかかるのか、カニが増えるのか楽しみですね。鉛を入れて、で網がそこについたら、旗を入れて網やりは終了。ほんで次穴子かごのポイントに移動します。はい、じゃあポイントに到着したので、かごの準備を先にやります。でこのかご20個、分けなっとんで、とりあえずつなぎましょう。で大きい船になって、すごいやりにくいので、もう先に餌を入れておきます。でこれかごを重ねて、またここに餌を入れていく。でこの時期ねちょっと引き虫がおるかもしれないんで、それだけがちょっと心配ですね。はい、じゃあ10個とりあえずできて、はい、じゃあこちら、つないでいきます。これで20個連結です。でくくり方はカエル股の引きほどき。はい、で穴子かごはこうやって閉じることによって、ここに入り口があるんですけど、ここに餌があって、穴子さんがねプルプルって入って、ここ中入るともう抜けられないよっていう仕組みになってます。そういう罠です。はい、というわけで20個準備できたんで入れていきます。はい、じゃあ受け入れて、で穴子かごも入れます。で次のかご作って船をバックで、この子の順番が来たら入れていきます。でまたかごを作る、これの繰り返しです。3個目で4個目で5個目も閉じる。でこちら最後の1個海の中に入れて、で受けも入れます。はい、じゃあ網やり穴子かご終了しました。果たしてこの脱海により魚は取れるのか、穴子はたくさん入るのか、
まあ多分変わらない気もするんですけど、とりあえず家帰って、暗くなってしばらくしたらアナゴカゴの方を繰りに行って、明日は朝の6時から、網の方を食ってみたいと思います。それじゃあそれまでジャンプ。はい、というわけで外も暗くなってきました。はい、じゃあ現場着いたんで電気つけます。それじゃあ風田君、視聴者さん、アナゴカゴ上げていこうか。よいしょよいしょ。それじゃあ受け上げて、果たしてアナゴはかかっているのか。それじゃあまずは1カゴ目。お、入っとる入っとる。なんと3匹も入ってます。すげえ。でこちらにとりあえず仮生かししていきます。うわー、いい色のいいアナゴですね。ニョロニョロ。はい、でこういう餌を捨てて、でこちらに重ねていきます。でこう船がやっぱ大きい分操船大変なんですけど、無理して引っ張らないようにやっていきます。はい、じゃあ2個目ゼロですね。ゼロの時は網が破れとったりする可能性もあるので、この網をねどっか破れてないか見て、これ一目破れとったらもう1匹も入らないんで、そこだけ慎重に見ていきます。大丈夫そうですね。じゃあ2個目も重ねていきます。はい、で3個目3個目もゼロだね。3個目、破れがありました。この穴が1個あるとね絶対逃げるんですよ。でこういうやつは避けておいて、直したいと思います。でどこにあるか分かるようにここにちょっと重ねて、でまた食っていく。いや、アナゴもほんと少ないですね。4つ目。4つ目入っとる。おお、2匹。ちょっと細いけど。でこの細いやつは1匹逃がしましょう。細いやつ取ってもしゃあないんでね。ほんで、1匹は生かしていきます。はい、それじゃあ5個目上げていく。船がぐるぐる回転してわけわからん。アナゴカゴは2人で来るような感じですね。船が大きいと。こういう時はちんまい船外機がいいんですけど、まあ乗せ替えるのもめんどくさいんで。はい、で5個目ゼロ。はい、6個目もスカですね。スズキダイ言うんやったか何言うんやったかな。僕はおせんって呼んでるんですけど、ちっこい魚。これは逃がします。はい、で7個目7個目もスカで、そしてこちら人手が。はい、8個目8個目2匹、1匹細い。8個目なんとか溜まってきました。溜まってもないか。はい、9個目9個目も入ってた。ちょっと太いアナゴ。ベースケとまではいかん。で太いアナゴのことをねデンスケとかベースケって言うんですけど、なんでかは知らん。はい、で10個目10個目も入っとる。いいね。11個目スカ。はい、で12個目もスカで、12個目スカ、13個目スカスカばっかりで、14個目入っとった。1匹いい。で15個目3匹で、細いやつは逃がす。はい、で今ね磯にかかって全方位引っ張ったんですけど外れません。ちょっと不本意ではあるんですが、切ってね反対側から繰りたいと思います。あと5個なんですけどね、ちょっとねここで切ってでもどけないように、仮ぐくりします。でこれもう海にポイッと。でちょっと反対側から繰ります。よいしょ。で反対側の受け捕まえて食っていきます。いやたまにあるんですよね、かかって取れないことが。ちょっと太めのアナゴが入ってます。餌いっぱい入れたけど取れたのこんだけ。はい、でこれが多分16個目ですね。さっき数字間違った。2匹で17個目スカだ。で18個目、もスカですね。煽った1匹。はい、で19個目あれ終わったぞ。もしかしてどっか切れって19ぐらいしかもともとなかったんかもしれん。数字間違っとるかもしれん。ちょっと謎です。はい、というわけで取れたのがこちら。めっちゃ少ないですね。10何匹しかいません。15ぐらいで、多い時は1カゴに3匹ぐらいいるんですけど、まあアナゴも今年は少ない。もうほんまに何でも少ない。これ今日は食べたいと思います。はい、でこの破れたやつを先に軽く直します。正味きれいに直したところでずっと持つかっていうと破れやすくなるので、適当に直した方が効率いいです。
極理論で、このロープっていうかスパンの糸っていうんですけど、簡単に切ってですね、ここ通して、でこっちも通す。でこれでどうするかっていうと、もう団子結びするだけです。だから誰でも直せる。別にカゴがそんな突っ張るわけでもないし、一目ぐらいだったらこれの方がちょうどいい。でいらんもん切って、はい、で雑いですけどこれで十分。こんな感じ。はい、でアナゴカゴ、このままだと網くるのに邪魔なんで、紐を束にして上乗せてカゴを乗せて、ほんで全部ね、束にします。でアナゴさんなんですが、こちらに入れておきました。こんな感じ。もう売るだけもないので氷します。でアナゴはね、このヌルヌル、まあ今軍手だから結構持てるけど、このヌルヌルがあるおかげで長生きするんですよ。うなぎと一緒ですね。僕らも全身にローションを塗ればいいです。はい、というわけで帰ってきました。大変少なかったんですが、また次5時ぐらいに起きて網くり行きたいと思います。おやすみ。はい、じゃあ外も明るくなってきたので、行きたいと思います。結局あんま寝れてないです。大量だといいけど、台風跡はどうなのか。台風跡ということを忘れとった。行こう。はい、じゃあ出発を進行。はい、じゃあ到着。九十九里浜到着。はい、じゃあいつもの尺稼ぎ長靴でカッパとライフジャケット。はい、じゃあエンジンかけて、はい、じゃあ出航します。いやー、綺麗な小豆島の景色です。はい、じゃあ旗のとこに来ました。であれが旗ですね。風でなびいていい感じです。はい、じゃあ旗捕まえて、でスイッチオンで巻いていきます。さあ果たして台風明けの奪回、もうほとんど濁ってないんですけど、魚は取れているのか。ただゴミがかかっとったら嫌ですね。でゲタがようけおったら、結構売り上げも上がるし、あとはカニ次第、カニがどれぐらいおるかにもよる。で鉛が上がってきたら、いよいよ網が上がってきました。お、いきなりゴミがかかってきた。ゴミ、プラゴミは回収して燃えないゴミ。いやー、お、一回いきなり赤ゲタ来ました。イエーイ。はい、こちら生きてるいい赤ゲタでございます。さあどんどん行こう。もしこの調子で赤ゲタが来たらかなりの量が取れそうです。そううまくはいかないですね。でゴミも少ないんでそこは安心です。お、なんや、あ、クラゲや。謎のクラゲ。これ砕いときます。砕いとかんとやるときに引っかかるんで、決してストレス発散のためではございません。悩みを抱えてなさそうに見えて結構私悩みます。悩みを抱えてない人間などこの世にいません。魚が来ないのでしょうもない話でつないでるだけです。いやー、1匹目早くからゲタ来たのに後が続かない。お、こちら平家ガニですね。平家の亡霊が乗り移った顔と言われております。とても平家の顔には見えません。でこの足で流木とかにひっつくんですよ。謎の足がここに生えとる。はい、じゃあ気を取り直して。これはやばい、おらんすぎや。いやほんまに食ってもなんちゃおらん。お、どれぐらい食ったやろ。結構食ってようやくゲタ2枚目です。めちゃくちゃ少ない。ゲタ2枚目。はい、でゲタ3枚目。これはいいゲタやね。はい、じゃあちょっと GoPro 目線も撮っていきます。うわ、 GoPro に変えた途端エイだ。エイです。お、網が半分ぐらいね終わりました。お、網がぐたぐたなってるやん。もう魚もおらんのに悲しい様子争点でございます。お、ゲタ来た。こちらゲタと、平家が2羽セットですね。うわ、ただこのゲタちょっと傷んでますね。赤ずも微妙やな。もう終わりも近くなってきました。
お、来た渡りちゃん、メンタ。こちらメンタのいい渡り来ました。重たい重たい。まあでも1匹とかじゃおかずだね。赤ゲタ4枚目、たった4枚、もう網終わります。おー、いい温太のカニ、でっか、重た、いいカニです。はい、でっかいね、なんかゴミが来ました。まあおそらく台風でちぎれて流れたのかな。はい、で網くりも終了です。もうちょっと10月ならダメかもしれないですね。10月になったら大きい船での漁がまた解禁になって、あとハギとか、まあ、そういうヒラメとか、そういうのも取れ出すんですけど、ちょっと今もうゲタもシーズン終わりで一番ダメな時かもしれません。はい、で虚しい旗を回収です。で取れたものがこちら、アカエイとかゲタとかカニとかですね。はい、じゃあ一つゲタを無修正で外していきましょう。もうね出てるんで、出てる場合はこう出てる方から返せるやつはこう返していきます。でほとんど引っかかるとこもないので早いです。はい、じゃあ外し終わりました。すぐでした。で本当にもう1倍個ほどないんで料理屋さんに売りたいと思います。でカニはゴムしないといけないので、こうやって爪を親指で持って、この子ちょっと指短いですね。で輪ゴムをかけます。でこっちはないので本当はしなくていいんですけど、まあ一応見た目的な感じで、こんな感じでゲタは氷水に入れます。はい、というわけで網が繰り終わりました。台風明けというわけでしたけれども悲惨な結果でしたので、私は焼け食いラーメンを今から食いに行きたいと思います。とりあえず帰ります。はい、じゃあ小豆島に朝からやってるラーメン屋さんがあるので、そちらに行きたいと思います。めんこいに来ました。はい、というわけで、台風明けの濁り海に入れてみた、残念な結果となってしまいました。時期がまた間の時期なんで少ないっていうのもあります。ただ最後のめんこいさんのラーメン美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。 See you next time! バイバイ。